写真右下ほぼ中央に木花が咲いている。欅の木に木が出るということは樹齢600年以上である。この欅の大木は樹齢約2000年で表面に木花が咲いている非常に珍しい現象である。この欅の柱は一尺角長さ8メーターである。トップライトから透かし見る花弁は直径4メーターで板や楓に特殊和紙を貼ったものである。
令和蔵に用いたヒノキはすべて奈良吉野産のヒノキである。奈良千本桜の並木で有名な街道を通り、さらにその山深く入った標高600メートルから700メートルの急斜面から切り出されている。この周辺の立木は1945年以前に一度枝打ちされ、その後二度枝打ちされ、節のない良材に育てられた樹齢90年から100年の木である。木を買うには山を買え、また木を見るには山を見よ、山を見たら足元の土を見よとよく言われる。そして木は癖で組めともよく言われるが、今では悲しいかな、ほとんどの構造材の柱や梁は外材の修正材である。5月初旬頃に谷川の斜面の根を幹中心部に向かい、チェーンソーで 2,3 箇所ゆるい傾斜を持って鋭く根の半分ほど切り込み、こうすることで木の水分が抜け、また雨の侵入を防ぎ、そして水分の汲み上げを抑える梶本式立木乾燥法である。立木乾燥された木は含水率が低く 28% ほどと軽くなっており、伐採現場からヘリで搬出する際にも有効である。はい、10分で。枝飛び越えたわいい。一般的に木材の伐採は11月初旬頃から木が成長を止めてから行う。その伐採はまず余分な根回りを処理し、切り倒す方向に約60度の角度で切り込みを入れ、そして水平に返し受け口を作る。さらに切り倒す応力を逃がすために余分なものを垂直に切り取り整備する。ことで谷側に倒すよりリバウンドがはるかに小さくなり、木の割れを防ぐことができる。そして抜刀する木の高い位置に玉掛けをし、チルホールドで倒す方向に誘導しながら書き込みを入れた受け口の反対側に水平にチェーンソーで追い口を入れ抜刀する。羽深は鉄も木も同じと考えている。それは厳しく鍛えた鉄は日本刀にもなるし、また厳しい条件で育った木は銘木になり、趣のある美しい木になるがゆえである。鉄は熱を加えることで自由に曲がる。そして木は自然界の人間にとっての超優等生であると考えている。
吉野の山深くで伐採された90本の樹齢90年から160年の四方無節のヒノキは、まず7寸から7寸5分に一回り太く製材している。一般的に新持ちの柱は背割りを芯まで入れて、あらかじめ割りを作り柱材として使用する。ここでは仕上げ代の余分な厚さにあらかじめダミーとして15ミリほど背割りを入れてから乾燥させている。その後6寸角に切り落とし製寸としている。こうすることで背割りをコントロールすることができる。良材を生かす新しい製材の技法である。ここでは天井のノジ板が最も大変だった。何せ樹齢160年の木から5、6枚ほどの材しか取れない。色、目、艶、この貴重なヒノキに江戸墨流しをどのようなイメージで一発で透き取るか。先っぽの方にあった舞台ね。ええ、そうそうあの模様もあります。そうはい。ここなんですけど、これ長いでしょ。はい、長いです。 5メートル500なんだから。はい。このやつで、一応まだ切り刻んでないんで、これが一番花もや。2番目ですね。 2番目。はい。花もっと細くなる。花はこれこれです。花これか。花でもほぼ240で取れそうなんですよ。3年分で250分くらいあるんで、もうほら目覚めだけのあれにしないで、もう本座に作っちゃいます。あ、そう。はい。すいません、お願いします。いえいえ。まあそういうことですね。これはヒノキだからカンナある程度こう刃が寝てるんですよ。で2枚目をギリギリまで持ってくるんです。これ逆目が止まんないもんな、そうでね。こっちは関係ないんだけども、要するにここでもってくさびを逃げたいわけだよな。はい。でこの穴が39じゃない今、はい幅がね、はいそうするとこっち残りが結局70になるわけだ。はい。水面で真っ平らじゃん、こんなに、それとここがかかんないんだよ。江戸墨流し、一度廃れた日本の伝統的技法の復活である。6メートルのヒノキのノジ板に江戸墨流しをすくには、まず7、8メートルほどの長さの水槽を作り、水を張り、そこに4から5箇所墨を垂直に打ち、波紋のように広がらせる。そこに風を送り、墨をイメージ通りに流す。それを素早く長さ6メートルのヒノキの板にすき取る。それは一瞬の作業である。そしてすき終えるごとに新しい水を張り直す。
この作業を繰り返し行う。失敗は許されない。わずかな自然の風をも許さず、極限の集中と緊張の連続である。一日の作業で仕上がるのはようやく 4,5 枚ほどである。これを65枚のヒノキののじ板すべてに施した。この欅材は羽深の父が昭和24年の戦争直後に伐採した欅の木板である。約70年間暗い倉庫に眠らせていたうちの1枚である。この欅の大扉は樹齢約700年から800年の大木から立木山鳥で番取りした材である。それは成長過程で2本の欅が1本になっている。昭和24年東久比木郡川浦で伐採された時の写真からわかる。立木山鳥とは特に欅等の大木に用いる抜刀技法で、木の根から1番玉2番玉と呼び、それは股下で長さが決まる。この材はその2番玉から番取りされたものである。また欅では枝と呼ばず、そこを股と呼ぶ。故に股下で材として取れる長さが決まる。木の股上は使えないので切り落とし、股下の5から6メートルをそのまま残す。そこからは山師の能力と経験、才能が求められる。気象、木の色、目、木、傷を読み取り、小口面と垂直面の両側に素早く木墨で線を引き、2人の小引きにより向かい合って互いに縦引き尾で垂直に人力で運べる重さとして切り出す。いいですか、そのままこれ取んなくていいよ。いいですか。一般的には約6から8数月に現場で番取りする。木曽は自然の厳しい土地である。木曽漆の歴史は古く、400年前から土地の豊かな木材を用いた生活漆器や家具を作っていた。一方、今ではみこしや山車などの漆の修復等を行っていて、大きな材を使うことも多い。1回目、ここで行う漆の技法は吹き漆と呼ばれるものである。4回目、ここでガラッと変わってくるんだよね。これが5回目、これもでもはっきりとコトコトって変わっちゃう。で6回7回、今回は大体7回8回ぐらいがフィニッシュ。この漆塗りのサンプルは漆を塗る回数で重ねるたびに変化する様を比較するものである。ここまで吸い込んでんだろうね。どんどん吸い込んでいって、で子供とあと表面に乗って出てきて、ここからどんどんこう少しずつ濃くなって、なので低いままでまさにしようっていう。ところでその急にあ、こうだね。塗り工程の見定めは複雑かつ微妙だ。だと思いますね。塗り重ねるごとにその色艶に変化が見られ、4回目が塗り終わるとさらに急激に変化する。それは木板が漆を吸い取るように深みを増し、木肌表面に強く主張する。吹き漆の刷毛は弾力性の強い馬の尾の毛で作る。この少し幅の広い刷毛で
強く素早く叩くように木板にすり込み、それを追いかけるように木綿や和紙で拭き取り、その後シートで室を作り養生し寝かせ硬化させる。この時室の内部は漆の反応に必要な湿度 80% を保っている。湿度は漆の生命なのである。この作業を繰り返し仕上げていく。この欅の大扉は片面ごとに8回塗り重ねられている。こういう例えば加工物をやってきたのは鉄骨ですね。鉄骨を乗せてくれとか作った図面に書いたものをパソコンで持ってやって入力して、で自動で持っていわゆる切っていっちゃう。これがメインで、こっちの方はいわゆるこうドアのかまちってやつですよね。薬剤って部分を考えてるんですよ。だから木が材質同じだけども全然違うと、そういう考えですね。まあ先ほどね、もうちょっと黒い方がいいかなっていうことだったんで、黒ちょっとさして、はい、いいと思います。それで作った。この樹齢700年から800年、重さ400キロの欅大扉は、成長過程で2本の木が1本に変化した木である。故に板中心部に美しい木目が現れ、この木目からなる全体の木を生かすために、基礎の吹き漆を8回塗り重ねている。それはまるで漆と木板が同化し昇華するようである。令和蔵の中脚には特殊な金物を用いている。床スラブに直接打ち込み、かつ柱の芯に収めるため高い施工精度が求められた。令和蔵では加工以外、回り口等の内塗り剤は一切ない。すべてが化粧剤である。ここで仕上げのすべてが決まる。緊張と集中を持って立て込みが始まった。今大工が叩いているのは、羽深の考案した追い締め金物ザ・くさびである。令和蔵ではすべての柱と梁の敷地にこの金物を用いている。それでは今回使いました令和蔵の追い締め金物ザ・くさびについてご説明します。今ここにあるのがそれに用いた金物のパーツでございます。ここに長いボルトがあります。それと短いボルトがあります。それとここにフィーラーと称する金物があります。これをここに入れるわけです。それでこの短いくさび、これをここに入ります。
でこの位置はもう決まってるわけですね。このナットの位置は決まってるわけですね。それに対してこの長い方のくさびを打っていくと。でこれを打つことによってどんどん締まっていくと、こういう形でございます。それともう一つ重要なものとして、ここにジョイント金物と称する金物があります。これはあらかじめ柱の中にインセットするものです。それでこう通すと四方差しです。あるいは二方、あるいは定型の三方と、柱と梁のジョイントに対して全て対応できると、これだけの金物でございます。それではここに模型がありますので、この模型でご説明します。一度このくさびをばらしてみます。外してみます。梁の加工としては、ここにドリルで8分ですね、いわゆる 24mm の穴を水平に開けてもらうと、あとは梁の天板、ここにくさびが入るわけですけども、ここに 39mm の穴を開けていただくと。それと通常行っている梁と柱のここの大入れですね、この加工だけです。あとはここに柱の中にジョイント金物がセッティングされています。これは3センチ角の金物でございます。これのみです。それではこれを一回セットしてみます。今現在ここにボルトがあります。それとナットがついてます。このナットの位置の出し入れでくさびの締め具合が変わってきます。当然このナットが多く見えれば強力な締め付けがきます。あるいは少し中に入っていれば緩い締め付けになります。それでこのフィーラーを入れます。ですからナットとフィーラー、鉄と鉄ですね、それに対してこの短いくさびを入れます。ですからこのフィーラーというのはこのくさびを受けるための金物ですね。それでこの少し長めの大きめのくさびをここに入れます。でこれでインセットされました。このナットとフィーラーでもってこの位置はもう動きません。これを叩くことによってここに柱と梁の敷地に対して強力なめり込みの指圧がかかります。まあ大体12、13ミリぐらいですか。これがね指圧がかかります。これを全部打ち込むとですね、でこれがこのくさびの大きな特色です。今ここでこれで、くさびがインセットされました。ですから金物は一切見えません。見えるのはこのくさびだけです。でかつこの金物は樹木センターの認定も取っていると、まあこういう無垢の木に対応できる柱と梁のジョイント金物であると、これがこの金物の大きな特色でございます。しゃあないだろうな。今真ん中で見てっからね分かんないけどね、これはいいわな、こちらそうな。なんや道中長いからね。
この令和蔵は時代を語り残す建築として、ここ比企の山あいに作られた小さな建物である。目まぐるしく複雑に変貌するこの社会において、建築を文化芸術として捉えるならば、経済をもととした不合理な機能に身を委ねる現代の建築は、時として悶々とし割り切れない。魂の置き場、そこには記憶と蘇生が存在すると考える。そして強い意志のもとに結ばれた人たちがそこに集い、魂が振幅を広げ存在していると思いたい。それは過去が無になる現像の延長にあり、またその先にのみ存在するのではないだろうか。